はい、皆さんおはようございます。今日はね、正月休みなんですが、山に来てます。朝からね。今ね、9時半ですね。はい、今日はね、前から言ってましたね、伐採の方をね、していきたいと思います。この山の下にあるね、枯れ木の伐採ということでね、やっていきたいと思います。前回もね、今ぐらい、もうちょっと春かな、の時期にやったんですけれども、今年末年始のね、休みということでね、ちょうどいいですんで、やっていきたいと思います。今気温がだいたいマイナス1度。なってます。チェーンソーでね、伐採するにはちょうどいい、気候になっております。若干ね、雪がちらちらしてますけども、十分ですね。はい。これぐらいの気温の方がね、やりやすいです。若干ね、山の方も雪降ったのかな。少しね、この前よりも積もってますけども、下のね、林の中入れば多分大丈夫だと思います。はい。じゃあまずね、今日の装備をね、ちょっと紹介していきます。まずチェーンソーはね、いつも使ってます。ハスクバーナー 550XPG ということでね、やっていきます。これヒーター付きですんでね、暖かいやつです。あとはね、ヘルメットね、ファナーのヘルメットを使います。で、あと装備の方はですね、こちら。私がいつも使ってるね、腰道具なんですけども、まず、くさびね、くさび、大中ということで、あとはね、チェーンソーのレンチ、あと、ヤスリとかね、はい。あと、ヤスリのね、ハンドルとね、入ってます。あと、忘れちゃいけない、これ飲み物ね、ホットコーヒーが入っております。あと、ハンマーとね、やっていきます。ちょっと今日、くさび使うかね、わかんないけど、多分、使うときあると思うんですけどもね、枯れ木なんでね、そのまま倒せる方向に倒しますんでね、はい。で、今日使っていく装備の中の、まず、グローブね、グローブ。チェーンソーグローブなんですけども、これ使います。前回ね、ご提供いただきました富士手袋工業のね、この防振手袋、これ使っていきます。対切創手袋になってますんで、こう刃物とかでね、こう切ったりとか、しにくいとなってます。チェーンソー当てたら多分おそらく一発でやばいと思うんですけども、比較的切れにくい。あと、こう丸太を取り扱う際とかもね、比較的切れにくくて丈夫なやつです。で、グリップ力もありますし、甲のプロテクトついておりますね。はい。で、防振手袋ということで、ここにね、クッションが全部、入ってますんでね。はい。チェーンソーとかの振動工具使う際は必ず必要になります。ちなみにいつも私が使ってるのは、ハスクバーナーのね、チェーンソーグローブ、チェーンソープロテクトグローブですね。で、これ何かと言いますと、チェーンソーのグローブって大体こういう風にクラス1とかクラス2とか書いてあります。ここのね、左手の甲の部分ね、ここにね、防護繊維が入ってます。大体ここをやっつけます。チェーンソーを持っててね、こう気が緩んだ時に、右手でチェーンソーを持ってるんで、左手の甲にね、当たってしまったりしてね、大体左手をやっつけますんでね、左手の甲にプロテクトが入った、防護繊維ね、ここにチェーンソーが当たると中の繊維がバラバラとね、こう砕けて、刃を止めてくれるとね、絡まって止めてくれると。で、私が今履いてるこのチェーンソーパンツね、はい。これモンベルなんですけど、これもチェーンソーパンツ。で、こういうところにね、防護繊維が入っておりまして、チェーンソーが当たると、中身の繊維がね、こう、広がってチェーンに絡まってね、チェーンソーを止めてくれると。なので1回きりです、これは。1回破けたらもう使えない新品に交換となります。今、チェーンソーグローブはね、義務付けられてはないですけども、チェーンソーパンツの方は、基本的に義務付けられてます。で、罰金とかあります。で、それはね、対象としては、林業とか、建設業、造園業されるね、仕事として、作業員がする場合は必ず必要になります。で、私もこれ仕事の時使うんですけども、チェーンソーパンツね。で、こういったね、山とか自分の山とか、あと薪を作りたいとかね、こう玉切りするときにチェーンソー使いますっていう際は、特に義務付けられてはないですけども、基本は推奨となっておりますんでね、こういった特に初心者こそ怪我しやすいんでですね、こういったね、チェーンソーパンツとか、チェーンソーグローブ、あと、これね、私いつも使ってる、これファナーの、チェーンソーブーツですけどね、こうチェーンソー防護ブーツね。
はい。こういったものがね、必要になってきます。これもね、防護ブーツです。チェーンソー用のね、ちゃんとしたやつです。これちょっと高いですね。5、6万円ぐらいしますね。けども、こういうのはね、必ず必要です。初心者こそ必要だと思ってます。はい。なのでね、必ず準備するようにしましょう。で、今日やっていくのは、この、富士手袋工業のこの防振手袋と、あと前回いただきましたこの8122のね、踏み抜き防止がつきました、安全靴、長編み安全靴。これを使っていきます。はい。これはね、ちゃんと先芯が入ってますね。で、前回ね、よく見たらね、ここだけ、先芯が外付けされてるんですけども、ここも確かね、本革で使われてますね。よくよく見たらね。なのでね、ここかなり、丈夫に作られてますんで、で、先芯入ってますんで、チェーンソーに使えます。はい。で、軽量ですんでね、今日みたいな時は使えます。安全靴は最低限。私こういうね、安全靴履いてるんですけども、先芯が入ってるので、チェーンソーが当たっても、まず基本的にはあまり、怪我はしにくいんですけどね、やっぱこういった、革のブーツとかはね、履いた方がいいと思います。今日はこれ使っていきます。はい、あったかそうですね。はい、これを使って、ちょっと今日はね、やっていきたいと思います。何本切れるかな？今ね、9時40分なんでね、下に行って準備して始めて多分10時ぐらいになると思いますんでね。2、3時間ぐらいやってね、残りの、倒木、あと、枯れ木処理ということでね、できればいいかなと思います。じゃあ早速ね、ちょっと下の方にね、準備していきたいと思います。はい、じゃあ今ね、山の中降りてきました。さっきね、言い忘れましたけども、今日ね、ちょっと、この前テムで買った、これね、使ってみたいと思います。ロググリッパーつうかね、これで丸太をね、切った丸太を持ち上げて集積すると、いった感じで、多分結構楽に使えそうですんでね、両手を使ってやるよりは相当楽ですんでね、これを使ってみたいと思います。はい。最初の、ちょっと2、3本ぐらいはね、ちょっと手元作業をお見せしますんで、そこからはね、あと、カメラのね、三脚を使って、ちょっとおそらく早送り再生になるかな。ちょっと時間によりますけどね。はい。まず1本目ね、やっていきます。この間、ここまでね、そこまで、今集積してあるところまでね、伐採しましたんで、次これね、はい。この枯れた木、はい。この白くなってるやつね。これを切っていきます。これね。はい。これとね、あと、まだ次にもね、結構ありますんでね。はい。ちょっとそっちの方にね、枯れ木が何本か立ってますんで、あと、倒木すでに倒れてるやつもありますんで、それをね、処理していこうと思います。これなんで処理するかっていうと、これ倒れてくるとね、処理がめんどくさいんです、倒木になるとね。なので、倒木になる前にもう倒れるの確定してる木は切ります。こういうやつね、これも倒木で、もう根っこごと崩れてるんですけど、これこうね、林道をこう塞いでました。で、下にもね、切った木が並んでますけども、それを全部ね、切ってね、こうやって集積するんですね。これが結構体力使います。で、危ないですからね、こう、動物にしろ人間にしろ入ってきてね、直撃したり、あと風とかね、今回雪降ってますんでね、そういったもので、二次災害がね、起きる可能性がありますんでね、やっぱり枯れ木はね、処理してあげた方が、自然のためにもね、いいですしね。他の、自然のね、隣に、綺麗な桜とかありますけども、そういった木をね、残すためにも、やっぱこういう枯れ木伐採とかね、山を守るために必要ですんでね、早速ちょっとそこら辺やっていきたいと思います。1本目ね、まず切っていきます。はい、じゃあ1本目ね、切っていきます。で、これはね、全部枯れてますんで、ちょっとね、気をつけないと、危ないです。途中で折れたりとか、上の枝がね、落ちてきたりしてね、頭に直撃して、食らう場合がありますんで、そこら辺気をつけてやっていきます。倒す方向としてはですね、上に、林道ありますんで、できればね、横または下に倒したいんですね。で、横でもいいんですけども、まずこの木の重心をね、見るんですけどもね、はい。横に倒せなくもないんですが、まずこっちは無理ですよね。他の木に引っかかっちゃいますんでね。
はい、横に4本ぐらい木があって、それに引っかかります。必ずね、引っかかりますんで。で、真下に倒してもいいんだけども、またその木でね、ちょっと塞がれますんでね。はい。まあ、そっちの方向に倒したいかなっていうのが安牌なんですが、ちょっと重心的に起こせるかっていうのもありますんでね。まあ矢を使ってなるべくちょっとそっち側に倒したいと思います。はい。行けなければ下に行くと思いますね。はい。まあどっちにしろ林の中にね、落としますんで、まあそのままあと若干玉切りして、切り捨てという感じでね、やっていきたいと思います。じゃあまずね、ちょっと受けを作ってやっていきます。はい。じゃあちょうどね、10時開始ですんでね。はい。やっていきます。はい、まずね、周りの笹を刈ったりとか、あと倒木処理してね、足元、作業するスペースとね、あと退避する場所をね、必ず確保します。で、今綺麗に開きましたんでね、これでチェーンソーと、くさびを打つ際にね、ちゃんと打てる状況になりましたんで、切っていきます。思ったよりちょっとね、変身してるんでね、起こせるかわかんないけど、まあちょっと枯れた木で危ないので気をつけてやっていきます。万が一途中で折れた場合はね、あとそのまま退避しますんで、はい、じゃあね、早速やっていきます。
はい、じゃあ今ね、受けを作って、こんな感じですね。はい、受けを作りました。大体こんな感じで、直径の大体3分の1ぐらいでね、受けを今回作りました。あと、お湯を作りまして、ここにね、つる幅を残します。まあ、あと、倒せばわかりますね。バット方向ね、ちょっと向こうにしますんでね。あまりこう木が邪魔しない方向に倒したいと思います。あとはね、矢を打って、バンバン打ってね、上の方を確認しながら打っていきます。
れだよ、これ。取れんだよな。はい、めちゃくちゃ暑いです。はい。今ね、やっぱりちょっとこの木のね、重力的にね、横に倒すのはちょっと厳しいんですね。矢を入れてもね、もう、これ以上傾きません。今、垂直、まあ最初こうなってたのがね、垂直傾いて今ここまで来てるんですが、後ろの木にね、あの木にかかってしまって、倒れないですので、もうこれはね、一回下に倒します。そこからちょっと、かかり気になると思うんですけども、そこから落としで、まあ、ちょっと玉切りしてっていう感じでね、やっていこうかな。結構枯れ木は怖いです。ミシ来るんですけどね、上でも当たってるし、下でもね、結構ミシ来てますんでね、気をつけないと危ないんでね、ちょっと元の方を切ってね、もう一回ちょっと倒してしまいます。はあ、めちゃくちゃ暑い。はあ、
はい、今ね、横に倒しました。ちょっと、玉切りしてですね、倒しましたけど、木にかかっちゃってるんでね、また玉切りして落としていきます。いやー、枯れてる木はね、怖いですね。はい。ちょっと、抜根の後はね、ちょっと汚いんですけど、まあこんな感じです。ちょっと落としていきます。はい、今ね、かかった木をね、下ろしました。前回ね、年末最後に上げた動画でね、かかっちゃった木があったんだけど、それも一緒にね、一緒に倒しました。いやー、結構なね、体力です。これだからね、ちょっと、これ雑木話っていうのは難しいんですよね。この辺の丸太はもうそのまま、もう枯れてるんでね、使いようがないんで、この前もね、薪に使うとかね、なんか道路にね、敷くだったりね、使い勝手あるんじゃないですかってね、コメントいただいたんですが、ここはね、重機も入ってこれないし、こんな大きい丸太を上に持っていくことはできませんので、基本的には切り捨てになります。で、あとは腐ってるんでね、だんだんとこう、地面に帰ってくると思いますんでね、このままにしておきます。使い用途がないです。こういうのをね、林道とかに敷いて強化したりしてもいいんですが、歩くだけなんでね、別に重機が通るわけじゃないからね、林道壊れたりしませんのでね、そのままにしときます。はい。じゃあ次ね、行きますかね。はい。はい、次ね、この、枯れた木2本、株立ちですね。株立ち2本。これ倒します。これもね、できれば向こう側に倒したい。林道に倒すとああいう風に倒木になって処理が大変になるんでね。なるべくなら林の中に倒したいですね。いけると思います。もうキノコが生えてきてね、腐ってますんで、ちょっと気をつけないとね、危ないです。それにしてもね、この安全靴ね、長編みなんでね、中にゴミは入ってこないしね、雪も入ってこないしね、柔らかくて歩きやすい、こういう、ちょっと滑りやすい路面とかなんですけどね、とても歩きやすいです。で、この手袋もね、しなやかなんでね、とても使いやすいし、グリップ力あるからね、使いやすいです。チェーンソーグローブなくてもね、ひとまず、仮払い機、自分の家でね、こう、チェーンソー使うぐらいであれば、これで十分です。はい。対清掃ですんでね、切れたりする心配も、結構少ないんでね、絶対切れないわけじゃないとは思うんですけども、刃物とか当ててもね、切れにくい材質ですんでね、結構使いやすいと思います。はい。これは良かった。ちょっと休憩してね、次やっていきます。まだありますね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10ってね、倒木混ぜて10本、15本ぐらいかな。ありますね。今日できるとこまでやっていきます。急いでるわけじゃないんだけど、今、10時40分ぐらいね。ちょっとすいません。動画が結構長くなると思うんですけどね、暇な時に見てもらえればと思います。すべてカットはしませんのでね、最後まで撮っていきたいと思いますんで、暇な時にね、見ていただければと思います。はい、じゃあね、これ切っていきます。さっきやったのはね、かかり切りになって、元玉切りっていうのはね、基本禁止行為なんです。かかった木のね、元をこう、だんだんとこう、斜め切りしたりとかっていうのは基本禁止行為なんですが、絶対に真似しないでください。でも現場ではね、こういうこと本当はしちゃダメなんだけども、機械とかがないんでね、やらざるを得ない時もありますんで、あと、かかっちゃった木にね、かかられた木に切ったりとかね、基本的には禁止行為に入ってますんで、林業されてる方はわかると思いますけどもね、はい、これ禁止行為ですけども、やむを得ない時もありますんで、
真似はしないようにしてください。はい、じゃあ次ね、やります。はい、今ね、倒れちゃいました。カメラがね、途中で止まっちゃいましたね。ものすごい勢いで倒れました。でもね、バット方向は狙った方向に行きましたんでね、よかった。はい、ちょうどここにね、倒れました。ちょっとやっつけちゃったね。はい、こんな感じでね、つるが残っててね、こんな感じで、他のね、そこら辺にあった枯れ木をね、巻き込んで、バカバカとね、倒れました。すんげえ勢いだった。いやー、なんかね、ちょっと寒すぎて、多分 GoPro の電池がね、弱ってきてます。まあ、倒れましたんでね、このままでいいかな。あとね、次やっていきます。いやー、枯れた木はね、おっかないんですよ。急にね、パキーンって割れたりするからね。はい、次の枯れ木やります。はい。狙い通りね、バッツリ倒れてくれました。いやー、結構、ちょっとね、いびつな形だったんでね、難しかったんですけど、まあ、ある程度ね、こう、つるは残せたかな。ちょっとここら辺はね、入れすぎたかもしれないけどね。はい。まあ、ちゃんとつるもね、効いてますんでね、大丈夫じゃないですかね。この、つるがね、避けて倒れるんですけどね、このつる、効かない時があるんですね、枯れ木は。なので、バット方向がね、狂っちゃう時がありますんでね、そこはちょっと気をつけないといけないです。ここら辺にね、さっき落とした大きい枯れ木がね、ここら辺の枯れ木3本ぐらい紛れ込んでね、倒してました。全部1回で処理して、こんな感じです。まだそこにね、2本ありますけども、これも倒しちゃうか。後々絶対倒す羽目になるんで、今のうちにね、倒していきます。はい、じゃあ次ね、この枯れ木とこの倒木ね、一気に片付けていきます。
はあ、めちゃくちゃ疲れました。けどね、多分今見てて分かったと思うんですが、これね、めちゃくちゃやりやすいです。片手でね、運べちゃいます。まあ、枯れてるからね、軽いっていうのもあるんですけども、集積する際にね、めちゃくちゃやりやすいです。飛びも使いやすいんですが、これがね、もう、キュッてね、持ち上げるだけですぐできますし、方向転換もキュッてやればね、できちゃいます。ちょっとまだね、慣れてないんで、外すときにね、ちょっと引っかかっちゃってね、なかなか外れないっていうのはあるんですが、めちゃくちゃ使いやすい。かなりな作業効率がね、上がります。今ちょっと雪が降ってきたんでね、今日はここら辺までにしたいと思います。12時ね、10分ちょい前かな。はい、ということで2時間ぐらいやりました。半分以上来ました。残りはね、この倒木、あとそこにある枯れ木、そこから沢に向かうね、ところにある枯れ木がね、何本か、枯れ木ごと、絡まってるのがね、ちょっと、ラスボスがありますんでね、そこは気をつけてやりますけど、次回ですね。はい、もう今日はね、雪降ってきちゃったんでね。はい、今ね、長袖シャツ1枚ですけどね、暑い。まあちょっとね、あと小屋に戻って風邪ひかないうちにね、ちょっと着替えようと思います。まあでも結構進んだんじゃないでしょうかね。まあちょっと一人なんでね、進むスピードは遅いんですが、まあ次回ね、こういった、枯れ木、これ目の前のもね、枯れ木ですんでね、まあ倒して、こういった感じで集積してですね、まあ林道をちょっと復活させようということで、やっていきたいと思います。広葉樹の伐採はね、時期的には今が一番ね、いいですね。やっぱ秋から冬にかけてね、葉っぱがないですしね、ある程度楽にできますんで。で、今回ね、使った、まあこのロググリッパーとかもなんだけど、こういったね、防振手袋とか、あとこの踏み抜き防止のね、インソールが入った、安全長靴。これね、富士手袋工業のね、製品なんですが、何にもこれ入ってるかっていうと、ここね、前、まあ、動画見てもらってる方はわかると思うんですが、笹を借りました。で、ここの林道をね、まあ、復活させたわけなんですが、笹がね、こうやって出てるんですよ。これね、靴に刺さります、普通に。まあ、仮払い機でね、やってるんでね、上は結構平らになってるんでね、そんな簡単には刺さんないんですけども、刺さります。これ車とか普通にね、パンクしますんでね、私もちょっと山でね、こういう笹にね、タイヤ付き刺さってパンクしたことがありますけども、普通の靴だと刺さる時があります。なので、こういうのはね、踏み抜き防止、まあ、こういった安全靴ね、使うとかなり、安全に作業ができますんでね。いや、これでもね、柔らかくてとても履きやすいですしね。革なんでね、こうしなやかに動いてくれますんでね。今日みたいな時とか、ごわついてないですから、結構動きやすいです。まあ、よろければね、まあちょっと商品の方ね、まあ買うなりね、ちょっと試してみていただければと思います。はい。めちゃくちゃ降ってきました。いや、でもね、満足ですよ。このもみの木が復活してね、倒木処理ができましたんでね。はい。次回また雪が晴れた時にね、やれる時にやっていこうと思います。じゃあ今日はね、倒木処理ということでね、やってきましたのでね、まあちょっと危険な作業もありましたけども、真似はね、絶対しないようにお願いします。まあ一応私はね、資格持ってます。チェーンソーの資格とね、あとプロとしてね、やってますんでね、山の仕事してますんで、チェーンソーの資格持ってない方はね、こういう伐採をしたいっていう方、山を買ってね、山を開きたいっていう方はね、まずチェーンソーの特別教育ね、受けていただいて、まあ最低限こういったチャップスとかね、手袋ね、あとヘルメットとかね、まあ最低限必要なものはね、ケチらないで揃えてもらった方がいいと思います。まあね、これを真似してね、やる方いないと思いますけども、こういう林の中でね、枯れ木の伐採っていうのは結構危険な作業になりますんで、普通の、まあ、人工林のね、間伐とかね、まあそういった伐採とは違いますんで、かなりハードルが高いです。しかも広葉樹っていうのはね、まあ伐採作業の中でもかなり、危険な作業ですんでね、割れやすい、避けやすいということでね、特に枯れ木は注意してやっていただいた方がいいかと思います。
ちょっとね、安全に気をつけながらやってますけどもね、ちょっと動画内でちょっと危険な、作業もありますけどね、ちょっとそこは、ここの条件上ね、ちょっとしょうがないところもありますんで、多めに見ていただければと思います。次回ね、時間があるときまた撮っていこうと思いますんでね、この先ね、楽しみにしていただければと思います。はい、じゃあ今日はね、ここまでにします。ありがとうございました。